はい、皆様、こんにちは。ブリティッシュカウンシルの秋元です。よろしくお願いいたします。時間になりましたので、本日のフォーラム、オーケストラ、ホールと地域との新たな関わり、川崎ドレイクミュージックプロジェクトを振り返りながらをこれから始めさせていただきます。本日はご参加いただき、誠にありがとうございます。本日は私の方が司会を務めさせていただきます。改めまして、ブリティッシュカウンシルの秋元と申します。本日のオンラインフォーラムは、川崎市とブリティッシュカウンシルの共同プログラムの一環で実施いたします。本日はプロジェクトの関係者をスピーカーに迎え、プロセスや成果を具体的に振り返りながら、これからの社会において、オーケストラやホール、音楽家がいかに地域とつながり、多様な人々に文化芸術の参加の機会を広げていくことができるか、ディスカッションしたいと思います。プレゼン中いつでもご質問のある方は、画面下にありますチャットボックス、Q&A ボックスですね、からご質問をご記入いただければと思います。ディスカッションの中でお答えできるものは、できるだけ拾い上げていきたいと思っています。それではここで川崎ドレイクミュージックプロジェクトの主催者を代表して、川崎市市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室室長の原隆さんにご挨拶をお願いいたします。原さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました川崎市のオリンピック・パラリンピック推進室の原でございます。川崎市は東京2020大会を契機としまして、共生社会の実現を目指したですね、川崎パラムーブメントという取り組みとですね、英国のホストタウンとして、英国の代表チームの事前キャンプの受け入れを行ってきました。ホストタウンはその単にですね、代表チームの事前キャンプの受け入れだけではなくてですね、そのスポーツ以外の文化面などの交流も行うということになっておりまして、川崎市もですね、ブリティッシュカウンシルさんと連携して、文化芸術活動を通じたですね、インクルーシブな社会づくりに向けた取り組みを進めてまいりました。今回のこのドレイクミュージックの取り組みもですね、その一環でございます。新型コロナウイルスが本当に世界的に蔓延する中でですね、昨年度、今年度とドレイクミュージックのメンバーのですね、来日が叶わずですね、十分な交流はできなかったんですが、その分、その前からですね、いろいろなワークショップを通じて、日本の音楽家の皆様にですね、非常にご協力、さらには頑張っていただいてですね、特別支援学校の生徒の思いなどをね、うまく引き出していただいて、川崎組曲という素敵な音楽を作り出して、いただいたことにですね、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。さらには、その楽曲をですね、昨年のサマーミューザー川崎という中で、東京交響楽団の皆様にですね、演奏していただいたということもですね、非常に大きなインパクトがあったんではないかなというふうに思います。これは川崎ならではの取り組みだったのかなというふうに思いますし、東京交響楽団、そしてミューザー川崎の皆様にも、改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。で、川崎市は2年後にですね、2024年、市政100周年を迎えます。そこに向けですね、引き続きドレイクミュージックさんとも連携をさせていただき、また日本の音楽家の方々にも連携をしていただいてですね、その新しい楽曲、音楽をですね、生み出していければというふうに思っています。その時には本当に昨年、できなかったんですけども、実際にその音楽に関わっていた特別支援学校の子どもたちもですね、ステージに上げてですね、一緒に演出するようなところまでできれば、すごいいいことになるんではないかなというふうに思っています。川崎市のこうした取り組みがですね、他の自治体都市にも広がっていければと思っておりますので、本日のですね、このフォーラムがですね、その一助となれば大変ありがたいなというふうに思っております。簡単ではございますが、一言ご挨拶に返させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、原さん、ありがとうございました。はい、それでは続きまして、私、秋元より川崎ドレイクミュージックプロジェクトのこれまでを振り返るプレゼンテーションをさせていただきます。はい、では、スライド次お願いいたします。
ブリティッシュカウンシルは英国の公的な国際文化交流機関なんですけれども、文化芸術、教育、英語を通じて英国とその他の国の人々の間につながりを育み、互いの理解と信頼を築くために活動しています。文化芸術、アートの分野では、より多くの人に質の高い芸術に触れたり、クリエイティブな表現を生み出したりする機会が増えることを、そして、文化芸術活動が人々のウェルビーイング向上により高い効果を発揮することを目指して、さまざまなプログラムを展開しています。川崎ドレイクミュージックプロジェクトは、川崎市と英国のアート団体ドレイクミュージックと一緒に、障害のある人もない人も音楽に親しみ、創造性を発揮できる社会の実現を目指して進める日英共同プロジェクトです。実施にあたっては、日本の音楽家や東京交響楽団、ミューザ川崎シンフォニーホールと協力させていただいております。はい、次お願いします。で英国ドレイクミュージックなんですけれども、この後代表のカリンさんからもプレゼンテーションがありますが、簡単に私からも紹介させていただきます。英国のアート団体なんですけれども、25年以上にわたり障害のあるなしにかかわらず、誰もが音楽を楽しめる、音楽活動に参加できる支援と機会がある社会の実現に向けて、活動しています。すべての活動には障害の社会モデルをベースにしており、川崎ドレイクミュージックプロジェクトでも、まず障害の社会モデルの理解を深めるところから始めました。そして今回、日本で川崎で行ったこのプロジェクトが国際共同としては一番大きな規模のということで、私たちも大変光栄です。はい、次のスライドお願いします。駆け足にはなりますが、これまでの取り組みの内容をこちらのちょっと年表に沿ってお話しします。2017年度に立ち上がったプロジェクトですが、日英の文化芸術団体の取り組みの紹介や関係者の意見交換から始まり、2019年からはテクノロジーを取り入れたインクルーシブな音楽ワークショップの実践者育成トレーニングを行ってきました。そして昨年はそのトレーニングに参加した日本の音楽家が川崎市内の特別支援学校3校の生徒と一緒にワークショップを重ね、オーケストラのための新しい曲作りに挑戦しました。はい、次のスライドですね。はい、で本日は詳しくお話ししませんが、音楽ファシリテーターの育成とは別に、ドレイクミュージックのテクノロジスト、障害のある音楽家を招聘して、日本の障害のある音楽家やテクノロジー関係者との交流やワークショップも実施してきました。テクノロジーを使い、障害のある人が音楽で表現することをサポートするテクノロジーの可能性や、障害のある人と一緒に進めるアクセシブルな楽器開発のあり方などを日英の音楽家やテクノロジストと一緒に考えています。はい、次お願いします。ではここからは少し具体的に昨年実施した特別支援学校の生徒との音楽作りについて、お話しします。本プロジェクトでは障害の社会モデルの考え方を採用しているのですが、障害のモデルというのは、誰が障害のある人だとみなすのか、何が障害となるのかなど、人々の認識を、形作るものです。障害の社会モデルでは、人は社会によって不自由を強いられているのであり、機能障害がある、だから不自由であるというふうにはならないという考え方です。機能障害があっても、障害がない人と同じようにやりたいことができる社会ように社会がデザインされていれば、障害はなくなると考えます。障害の社会モデルを前提に音楽作りを進めてきたのですが、それは一人一人のできることに寄り添い、やりたいことをサポートするという形で、自発的な表現を引き出す方法を探るというプロセスでした。例えば、楽器や音楽をその人に合わせるようにしました。決して人を楽器や音楽に無理やり合わせるようなことはしません。そのためにテクノロジーも活用しました。今回は主に iPad アプリを使いましたが、iPad アプリを使うと、手だったり足、肘、顔などいろんな体のパーツで演奏ができたり、またごくわずかな、体の動きでも広範囲の音が演奏できたりするので、生徒のできることに合わせた楽器に iPad が早変わりします。そして、全員が対等な立場で一緒に音楽を楽しむ時間にすることを意識し、ファシリテーターを務める音楽家は音楽を教えるのではなくて、自分で音を発する喜びや、みんなと合奏して音楽でつながる喜びを感じられるようにサポートしていきました。はい、次お願いします。
ワークショップは川崎市内の特別支援学校3校、4つのグループに分かれて、生徒27名、教員18名と、これまでのドレイクミュージックに音楽家育成トレーニングに参加した音楽家6名がファシリテーターを務めて行いました。そして同じくトレーニングに参加した経験のある東京交響楽団の音楽家6名がサポートミュージシャンとして加わりました。残念ながら世界的パンデミックの影響で来日ができなかったドレイクミュージックの音楽家ベン・セラーズさんはオンラインで音楽作りに参加し、ファシリテーターの音楽家をサポートしました。次のスライドお願いします。で、2021年の5月から7月にかけて、各グループと5回ずつワークショップを実施したんですけれども、完成した音楽の中に生徒が自分を感じられることを目標にして進めました。で、生徒からいろいろなアイディアを生徒からのアイデアをいろいろな方法で引き出したんですけれども、例えば名前のメロディーを作ったり、いろんな打楽器や iPad を使って一緒に演奏するときに、生徒がどんな楽器を選ぶか、どんなリズムを奏でるか、何を楽しんでるかなどを音楽家の方が拾い上げて、でこれを毎回のワークショップの後に英国にいるベンさんとも共有して、で一緒に曲作りを進めたという形で、それが新しいオーケストラ曲川崎組曲になりました。で最初のワークショップで初めて会った生徒と音楽家が5回のワークショップを経て関係性を構築していくのを目の当たりに私もさせていただきました。でそれは一つは全人類の共通言語とも言えるかもしれない音楽の力がありますが、もう一つは、普段から生徒をよく知って信頼関係を築いている学校の先生方の理解と協力があったというのもあると思います。でそうした先生からワークショップの後にとても嬉しいフィードバックをいただきましたので、ちょっとここでも紹介させていただきます。はい、生徒たちが作った思うがままに音を出したものが曲になっていくのが、普段の音楽の時間にやっていることとは逆の流れで素晴らしいと思った。生徒たちが奏でる音がどんどん曲になっていく。生徒が次から次へと音を出してくれるという効果が素晴らしいと思った。なかなかやろうと思ってもできることじゃないかもしれないけど、こういうやり方もあるんだということを感じさせられる時間でした。それからワークショップを実施した音楽家からも、フィードバックがあって紹介したいんですけれども、さまざまな人々と音楽をよりよく共有するためのテクニックがあることを知れたのがとても興味深かった。こうしたお言葉をいただいて、このプロジェクトをきっかけに音楽が多様な能力を持つ人にとっていろいろな形でよりアクセスができるようになることを私も願っています。はい、次のスライドお願いします。すいません。最後に、短い映像を2つお見せしたいと思います。この最初の映像は生徒とのワークショップの様子を集めた映像です。ワークショップの雰囲気をちょっと感じていただければと思います。じゃあ、五十嵐さん、再生お願いします。はい。で、2つ目の映像は生徒と作った川崎組曲の、がクラシック音楽の祭典フェスタサマーミューザ川崎2021ですねのフィナーレコンサートで東京交響楽団によって世界初演奏された時の映像なんですけれども、ちょっと11分間のうち初めの1分しか今日は見せられないんですけれども、ちょっとお楽しみいただければと思います。で、フォーラムの後に皆様にメールをお送りする予定なんですけれども、その時に、この映像をネット上で見ていただくリンクなども入れさせていただきますので、ぜひご覧になってください。はい、では再生お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、英国ドレイクミュージックの代表、カリン・メイヤさんから、団体の紹介と、さまざまなパートナーとの共同プロジェクトについて、ドレイクミュージックの役割など、プレゼンテーションをしていただきます。すいません、カリンさんの方なんですけれども、プレゼンスライドがないので、カリンさんがお話しするようになります。よろしくお願いします。Thank you very much, Nanami-san, and thank you so much for inviting me to talk a little bit about Drake Music's work. My name is Karine Meyer. I am the Chief Executive of Drake Music, and I have been the Chief Executive of Drake Music for about 16 years. We work with disabled people of all ages and all musical abilities. Drake Music was founded in 1993. So we've been around for almost 30 years. We passionately believe that everybody has the right to make music, and we use technology in all kinds of imaginative ways to open up access to music making for disabled people. Many disabled people that we work with are not able to play an existing or a conventional musical instrument, because these are very often not accessible. So at Drake Music, we often need to invent, design and build new instruments or adapt existing instruments so they can become accessible to disabled musicians. And we always do this by working collaboratively with disabled musicians, with music technologists, and with instrument makers. Now, we work in partnership with a very wide range of organisations, from schools, universities, arts organisations, residential care homes, community centres, but also orchestras, conservatoires and music venues. All our partnerships and all our projects aim to widen access to music participation for disabled people, from children to young people, to older people and everyone in between. Over the past decade, we've worked closely with the London Symphony Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, and with the Barbican Centre. And we're about to start working in partnership with London Sinfonietta. All these partnerships are very, very different, but what they do have in common is that each organisation wants to reach disabled people and widen access to music making. And of course, at Drake Music, we're really delighted to be working with these large national music institutions. Today, I would like to talk briefly about our partnership with the London Philharmonic Orchestra and the Barbican Centre. The partnership project with the London Philharmonic Orchestra was established around 2017, and our joint project is called Org Lab. Org Lab supports music making and music appreciation with disabled adults. And the Org Lab team consists of some of the London Philharmonic's musicians, Drake Music musicians and technologists. And that team then goes and works in residential and daycare centres with disabled adults. This is an amazing partnership. And we deliver music workshops, create accessible instruments and technology. And we have also created an interactive website for the project, featuring online instruments which the project participants can play. The musical inspiration for each project always comes from the London Philharmonic Orchestra's main concert series at the Royal Festival Hall in London. Participants create their own original pieces of music based on these works and these themes, using their own bespoke, accessible instruments and recorded samples from the London Philharmonic Orchestra's concerts. For example, we recently adapted 2 instruments and have made a touch oboe and a touch trombone. There may not be time today, but I will include a link that will show you a very short clip of how we used a touch trombone. But now I'd like to show you a few minutes from a film we recently made
as it will give you a little bit of an insight into what the Org Lab project is. Welcome to our Org Club celebration. We're celebrating making music. We're celebrating the good times. We're celebrating being together. Today we're playing music from Swan Lake by Tchaikovsky. I really like playing on the iPad. It makes me feel fantastic. I like the bells and the switch. Thank you, and I hope you enjoyed watching that. The other project I briefly like to mention is the Radical Sound of Many, the partnership with the Barbican Centre in London. This is very, very different to Org Lab. In 2018, the Barbican approached us because they wanted some advice about making their audience engagement and education programs more accessible. But we told them we can do more than that. We will give you advice on access and inclusion, but we will also use your venue to showcase new work by disabled musicians. And the Barbican agreed. So in 2019, we presented this Radical Sound of Many. This was a showcase featuring new music commissions by 5 disabled musicians and composers. It was free of charge and open to everyone. We transformed the Barbican's public spaces into ad hoc studios and stages, and audiences were invited to be part of the music making experience. I will now show you just over a minute of an excerpt of a video that we made of that event, so you get a little bit of an idea of what that sounded and looked like. Drake Music present the Radical Sound of Many.
Today at the Barbican, we had a fantastic Drake music event called the Radical Sound of Many, a showcase of new work created by 5 disabled artists looking at the interaction between audiences, technology and space and music. It was always about coming to a place and seeing what they had to offer when you are disabled. And what they've done here is flip it on its head and say to all of the public, come to a place and see what disabled creatives have to offer. So it's been really fantastic. So I'd like to finish by just sharing some thoughts and comments about these partnerships. They both worked really, really well because our organisations and teams spent a lot of time getting to know each other, getting to know our organisations and learning about each other's ways of working. And that takes time and it can't be rushed. Drake Music has learned so much and we are still learning from working in partnership with orchestras and concert halls. So a successful, meaningful partnership doesn't come about overnight. It takes time and lots of learning. For many years, I knocked on the doors of orchestras, conservatoires and classical music venues asking if we could work together. But for many years, I couldn't get a foot in the door. How things have changed. These days, many of these organisations come to us asking if we can collaborate. It's fantastic. Much has changed over the years, and these organisations are now really serious about widening access to music and working with disabled people. I think this has changed because of the Paralympics and the Cultural Olympia hosted in London in 2012. Suddenly, the wonderful and great art created by disabled artists and companies became much more visible. Also, in the UK, many funding organisations now place much more emphasis, much more importance on arts organisations widening access to great art and musical experiences. This has over time really helped to shift the arts landscape and raise the profile of organisations like ours, but much more importantly, has raised the profile of disabled musicians, be they amateur or professional. I want to end by saying how much Drake Music values the partnership with British Council, Kawasaki City, and the Tokyo Symphony Orchestra. For us, this international collaboration has been extremely inspiring and rewarding. We have learned so much and have met so many wonderful and talented people over the years. We have learned that we can collaborate across cultures, across languages and time zones. Music is a universal language. It connects people and removes barriers. It takes time to develop and nurture these relationships. But at Drake Music, we have enjoyed every second and every minute of this international partnership, and we hope to continue to work together for many years to come. Thank you. はい、カリンさんありがとうございました。それでは続けてここからパネルディスカッションに移りたいと思います。ご登壇いただく方をご紹介いたします。公益財団法人東京交響楽団フランチャイズ事業本部課長の桐原美沙さん、東京音楽大学講師ピアニストである、浜野義夫さん、それから今プレゼンテーションをいただきましたドレイクミュージック代表のカリン・メイヤさん、それからミューザ川崎シンフォニーホール事業企画課課長補佐、山田聡子さん、そして、本日は、モデレーションを音楽ジャーナリストの池田拓夫さんにすみません、お願いしております。皆様のお話を聞きながら登壇者へのご質問などがある方は、Q&A ボックスの方に書き込んでいただければと思います。それでは池田さん、皆さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。よろしくお願いいたします。今のカリンさんのお話で本当に川崎とドレイクミュージックが一体になって活動している状況が少しお分かりいただけたと思いますので、まずは川崎の山田さんの方からですね、
ホールのミューザ川崎シンフォニーホール、それから川崎市という行政、そしてこのプロジェクト、東京交響楽団、フランチャイズオーケストラですね、ミューザを本拠にしている、こういった全体の関わりの、見取り図を含めて説明していただければと思います。ちなみに川崎市は、2004年の川崎市政80周年の時から音楽の街川崎という音楽を軸にした街づくりを推進し、その年の7月1日にオープンしたミューザ川崎シンフォニーホール、そしてそこをフランチャイズとする東京交響楽団と一体になった音楽を軸にした新しい文化政策を進めています。そしてその中にドレイクプロジェクトも取り込まれている形になるんですが、山田さん、詳しいことを教えてください。お願いします。はい、ありがとうございます。ミューザ川崎シンフォニーホールの山田です。今日はよろしくお願いします。今、池田さんにご紹介いただいた通りではあるんですけれども、川崎市の、音楽の街、川崎のシンボルとして、ミューザ川崎シンフォニーホールオープンいたしました。それから、その当時はですね、やっぱり音楽を使って街づくりということで、いろんな多様な、それこそ、海外から有名なオーケストラを呼んだりとか、そういったことで事業展開してまいりましたけれども、やはり時代の流れとともに、障害者差別解消法ができてきたりですとか、やはりオリパラを契機にですね、川崎市における社会的課題とか、そういったものが背景にありつつ、川崎市が推し進めるパラムーブメントという流れにも沿って、ミューザの方でもいろいろな取り組みをしてまいりました。でやはり川崎市、冒頭に原さんのお話もありましたけれども、川崎市は多様性ということを大変ポジティブに捉えているんではないかなというふうに我々も思っておりまして、それをミューザとしても、その音楽の街川崎のシンボルとしてどういったことを取り組んでいけるかなという、音楽へのアクセスが障害を理由に障壁になってもいけないですし、やはりいろんなところのコミュニティを結びつけるような役割というのをミューザでしていけたらいいなというふうにやはりそのオリパラのプロジェクトが始まったと同じようなタイミングでミューザの方でも取り組んでまいりました。そのようなことでよろしいでしょうか。はい。川崎っていうとね、昔はスモッグ、黙々とかギャンブルとかね、非常にイメージが下町的イメージだったのは、現在は研究開発職に携わる方、それからアートの関係者が全国でも非常に数が多いという完全に新しいイメージの中で、音楽にもこうした新しい取り組みが、試みられているわけですけれども、そのミューザ川崎シンフォニーホールをフランチャイズとする東京交響楽団、もう戦後ずっと第二次大戦後すぐにできて長い歴史を持つオーケストラですけれども、2004年にミューザ川崎の開館とともに川崎に本拠を移しました。そして、今日お話しいただく東京交響楽団の桐原さんは、東京交響楽団に来られる前、新日本フィルハーモニー交響楽団に勤務されていた時からこうした音楽と社会の関わり、アウトリーチ、それからダイバーシティということに取り組んでこられたわけですけれども、特に川崎で今力を入れている活動についてご説明いただければと思います。はい、桐原です。よろしくお願いいたします。はい、このドレイクミュージックの、プロジェクトを今回やらせていただいたわけなんですけれども、これが種として起こってきたのが、2年前のことですね。2年前に川崎市とそれから、ブリティッシュカウンシルの秋元さんたちとご相談をして、でぜひこういった障害者の方たちと一緒に音楽を作るプロジェクトを、実現させたいんだというところのお話だったんですけれども、これを、ミューザ川崎でやらせていただくにあたっては、やっぱり私たち川崎市のフランチャイズオーケストラとしては他でもないミューザのステージの上でご一緒したいという気持ちがありまして、ミューザさんにご相談させていただきました。で、その中で、やはりこういったワークショップのようなものを単体では
オーケストラ、私たちのオーケストラに関わらず、全国でいろんな取り組みがやって行われていると思うんですけれども、なかなかそのオーケストラとして、全体でこのプロジェクトにこういったプロジェクトに関わるっていう機会は非常に少なくて、やはり個別の楽団員が経験を積んだり、会場の皆さんと一緒に作ったものをその場で共有して、いい経験だった、この先もどんどん少しずつだけど続けていこうっていうような地道な取り組みがずっと続いてきた中だと思うんですね。今回フェスタサマーミューザーという、フェスティバルの中でオーケストラのコンサートの一つのプログラムの一つとしてこの川崎組曲を発表するに至るまでには、やはりこの2年前にスタートした、取り組み、それからもっと言うとそれよりずっと前から、ミューザさんと一緒に小さいワークショップを積み重ねてきたこと、それらが全て今回つながって川崎組曲という場になっていったのかなというふうな実感があります。はい。その川崎組曲は去年のサマーフェスタミューザの最終公演、フィナーレコンサートで一般のコンサートの枠の中に取り入れて、東京交響楽団の昨年4月から正指揮者に就任した原田慶太郎さんの指揮で、ドレイクミュージックで作った川崎組曲の他には、日本の現代の作品、それからイギリスの作品という普通のコンサートの枠の中で発表されて、本来でしたら参加した子どもたちも舞台で一緒に演奏するはずが、コロナの対応ということで客席で聞いたんですけれども、その子どもたちのところにずっと指導に通われてた日本を代表するピアニストの一人でもある浜野義夫さんは、こういったクラスの音楽家の方が、実際にこう何度も足を運んでってことも私にとってはちょっとインパクトがあったんですけれども、実際にはどういうふうな通い方をして何をされて、そこで何かご自分で得たようなものがあったらちょっと振り返ってご報告いただきたいんですが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先ほどの秋元さんのプレゼンテーションでもお話がありましたが、私ども2019年のファシリテーター育成トレーニングに参加した6名の音楽家が2名ずつ分かれて3校の特別支援学校を担当しました。4回のワークショップのセッションと、そして完成した作品を一緒に演奏するという1回を加えて合計5回のワークショップを通して特別支援学校の子どもたちと触れ合いました。本来なら私が一番末席なはずなんですけども、このような場で発表させていただき恐縮しております。極力秋元さんと桐原さんのご説明と重複が少ないように気をつけながら、まずは4回を通した活動内容の外観と少しディテールまで踏み込んでお話ししたいと思います。はい。4回のワークショップがありましたが、これに先立ってドレイクミュージックのベン・セラーズさんととても詳しい打ち合わせといいますか、トレーニングのセッションがありました。これは来日は叶わなかったため、Zoom で行われました。完成する予定の楽曲をヴェルディのアイーダをモチーフにして作っていくという方針が決まっていましたので、まずそこだけアイーダというタイトルが出まして、じゃあどのように曲を作っていくのかと、我々6名の音楽家は何も分からずの状態で入っていきましたが、このトレーニングのセッションを通してだんだんとどのような形で作っているのかというのが見えてきました。ドレイクミュージックのベン・セラーズさんからはさまざまなアイデアが出まして、普段生活していますと、きっとそれは難しいんじゃないかとつい思ってしまうようなことでも、じゃあやってみようという方向に好奇心がかきたてられるような、そのようなトレーニングだったと振り返っています。でこのさまざまなアイデアというのは、アイダというオペラがさまざまな感情を想起させる、いわば感情のジェットコースターのようなものだというベン・セラーズさんの言葉がありまして、それにとてもインスピレーションを受けました。また、アイダのストーリーが展開される古代のエジプト、そしてエチオピア、これら2つの国の大公というところから発想を得たような図式作りですとか、あるいは
エチオピアの伝統音楽の音階を使ってはどうかという、まずエチオピアの音階を調べるところから始まるようなアイデアもいただきました。その後に4回のセッションが、ワークショップがあったわけですが、それぞれ1回のワークショップが終わるごとに、再びベン・セラーズさんと私たち1個を担当した2名の音楽家とともに、振り返りセッションという場が設けられました。毎回のワークショップが録画されていましたので、ベンさんはその録画を見て、どのような部分が良かったか、どのような部分で改善が必要だったかということも見られて、それをもとに次のワークショップに音楽家と全員で備えていきました。まず最初にベルディのアイーダというアイデアが出たわけなんですが、特別支援学校の生徒の皆さんと作る曲に、果たしてアイーダのモチーフをそのまま使っていいのか、アイーダのモチーフを最初に提示して、それをもとに曲を作っていくべきなのか、あるいは全く違うアプローチが必要なのかというところが、まず大きな疑問だったんですが、最終的な方向性としては、最初にはアイーダのモチーフは出さずに、4回のうち後半に差し掛かった3回目で初めてアイーダを聴いてもらう、そのような4回の構成になりました。それぞれ4回の構成ですが、約40分、45分の時間の中で、まずは、ウェルカムミュージックの時間から始めました。生徒の皆さんが音楽室に到着するときに、すでに、ワークショップに参加している音楽家の我々、そして東京交響楽団の音楽家が、それぞれの楽器で音楽を演奏している、その輪の中に入ってきてもらう。そして、何か楽器を手に取って演奏してみたいという生徒は一緒に演奏に加わる。そのように自然と音楽の輪に入っていく、そのような時間を設けました。先ほど、アイーダという作品が、感情のジェットコースターのようだとお話ししましたが、さまざまある感情の中で、喜怒哀楽に大別できるかもしれませんが、それぞれどのような音が合うだろうか、どのような音楽があるだろうかと、1回目でのワークショップではクローズアップしました。ここでは音楽室のピアノで私がそれぞれの感情にふさわしいようなピアノ曲の断片を演奏することも行いました。また2回目のワークショップでは、曲が生まれる喜びというキーワードのもとに、最初は東京交響楽団の音楽家の方が持ってきてくださったコントラバスという楽器と触れ合う会と題しまして、5分ほどそのような時間を設けました。また、その続きまして3回目のワークショップでは、アイーダより行進曲を聴いてもらいまして、どのような感情が表されているか話し合うところから始まりました。ここで何度かアイーダの行進曲を演奏しまして、そして特別支援学校の生徒の皆さんに、希望する人はよかったら指揮をしてみないというふうに投げかけて指揮をしてもらいました。その中でテンポがより速くなる、あるいは音量が増す、より静かになるという指示をもとに演奏を変えて、自分の意思で音楽が変わっていくんだという喜びを感じるところまで持っていけたかと振り返っています。そして4回のうち最後のワークショップでしたが、最終的にはアイーダの演奏に参加してもらうところまで持ってきました。この4回のワークショップそれぞれで取り扱った内容ですが、特別支援学校の生徒さんのまず自己紹介をしてもらって、それぞれが自分の名前をどのように言っているか、あるいは自分の名前がどのような音に乗るのがいいのかというアイデアを引き出してもらって、それを楽器で、即興ではありますが演奏して、そしてこのモチーフがいいかな、いやもっと速いのがいい、より音高の高いものがいい、より低い音がいいというアイデアをもらって、このモチーフを
採布するところまで担当しました。完成した音の素材としては、名前のモチーフ、そしてバスの低い音域の支えとなるオスティナットバスの素材が出来上がりました。およそ4回のワークショップを経て、このような内容をカバーすることができました。私は2019年のドレイクミュージックによる音楽ワークショップファシリテーター育成トレーニングに参加していましたが、今回、昨年の5月に渡航制限はありますが、オンラインでのトレーニングから出発して、川崎市の特別支援学校で実現させられるというお話をいただいたときに、2019年に一緒に参加していた仲間の音楽家とまた共にプロジェクトに携わることができるという、とても大きな喜びを感じまして、また、アイダのモチーフをもとに音楽作りをするというアイデアをもらって、どのようなことができるのかと、とても好奇心をかき立てられました。4回のワークショップでは、曲を作るところまでは少なすぎるのではないかというアイデアも出ていましたが、最近、ここ近年、日本で流行りの言葉かと思いますが、アジャイルの開発という言葉がありますが、最初に目標地点を設定して、そこに向けて、段取りで進めていくのではなくて、走りながら、微調整しながら作っていく、そのようなアプローチになったかなというふうに思います。ドレイクミュージックのベンさんとのワークショップとの打ち合わせ、あるいはトレーニングのセッションを経て、さまざまなアイデアをもらったと言いましたが、例えば、本来であれば、音楽の中に太鼓の図式というのは入れない方がいいのではないか、一緒にアンサンブルすることがいいのではないかとも思ってしまいますが、太鼓というところから、例えば、これは実現しなかったんですけれども、ワークショップの中でラップバトルのような場を設けてはどうかというアイデアが出たりですとか、さまざまな楽器で掛け合いをする、他の生徒が演奏したモチーフから着想を得て、さらに発展させていく、展開させていくというさまざまなアイデアが出てきました。8月のフィナーレコンサートでの演奏は大変素晴らしかったと私も大変感動いたしました。完成した川崎組曲は4つの商品からなっていまして、これが4つのグループを代表するカラーとともにホールの演出がなされました。これはしばらく前に流行っていましたハリー・ポッターの4つの寮の名前と被るような4つのグループに属する音楽というふうにも捉えていました。はい、というところでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、やはり最初にドレイクミュージックのこの記者会見の時に浜野さんも参加してるっていうことでね、やっぱり一線の音楽家が参加してることにとても驚いたことと、そのミューザ川崎の最後のコンサートの時も客席にいらしてて、本当に深く関わってらっしゃるんだなと思いました。原田慶太郎さんと東京交響楽団の演奏も本当に心のこもったもので、原田慶太郎さん自身もこのプロジェクトの記者会見に出てきて、彼は17歳の時にアメリカに渡って、今35、6でしょうか。アメリカでは指揮とか音楽の他に児童心理学も勉強されたということで、非常に理解のある指揮者と、そして献身的なオーケストラを得たことが、また一つのメッセージになったと思うんですけれども、桐原さんに伺います。山田さん、お二人に伺いたいんですが、まず桐原さんに伺いたいのは、こういったものを通常のコンサートの中に混ぜるってことが、本当にそういう特別なレイヤーの人だけを集めてやるんじゃなくて、一般のコンサートシリーズ、フェスタの中に入れたということに伴う苦労と、そしてその
お客様の受け止め方ですね、すごく客席の反応も良かったように思うんですが、そういった対聴衆との関係で思われたこと、それから山田さんは、もうすでに何年もオープン当初から続いているサンマーフェスタの枠の中にこれを滑り込ませるっていうと語弊がありますけれども、組み込むことに伴う大変なご苦労があったと思うんで、もしお差し支えない範囲でそういうことを話していただければと思うんですね。これを提供する側のお二方から、まず桐原さんからじゃあちょっとお話しいただけますか。はい、そうですね。対聴衆の方への、に対してどういったものをお届けできるかっていう観点でっていうことですよね。はい。はい。そうですね。記者会見で池田さん来ていただいて、このコンサートどういった趣旨でどんなプログラムでどんな曲が演奏されるのかっていうことを、一通り説明させていただく場を直前に、そのフェスタサマーミューザのコンサートの直前に設けたんですけれども、その時池田さんどんなふうに感じられました？いやまだなんかこう海のものとも山のものとも使わなくて、当のオーケストラの、ね、ボードの方がまだよく分かりませんとおっしゃったのは本当正直におっしゃったんだと思うんですよね。いや、だかそうですよね。ら意義は分かるんですね。こういうことをやんなきゃいけない、素晴らしいことだって。でも実際どうなるんだろう、ね。例えば何年ももうオーケストラの定期演奏会にも聴衆としても通ってますし、取材をするようになってから何十年も経ってますけれども、こういうものが普通のコンサートの中に入ってくるって体験をしたことがなかったので、興味津々だけど内容はちょっとそうですよね。はい、いや本当に全くその通りで、一体どういったものを提供できるのかって言葉で説明するのって本当に難しいんですよね。で、特にこうクラシック、いわゆるクラシックのコンサート、普段フェスタサマーミューザで私たちが演奏させていただくような曲は作曲家がいて、その人の作品を、お客さんにオーケストラが演奏してお届けするというものなので、そもそも誰が作曲をして、その作曲家が作った作品っていうのはそんな楽しめるものになるんですかとか、あとお客さんはチケットを買ってコンサートに聴きに来るけど、そういうどんなものになるかわからないものに対して、果たしてお客さん納得して帰ってくださるんだろうかとか、その辺のっていうリスクっていうのはやっぱり主催者であるミューザさんとしては当然やっぱり感じられる点だと思うし、ましてやお客さんにお伝えするにあたっても、今回こういうコンセプトで障害のある方もない方も一緒に音楽を作って、それをコンサートの本編の中で一緒にやります、オリパラの年だからといったところで、お客さんとしてはやっぱり池田さんと同じようにはあっていう部分、感想でしかなかなかないと思うんですね。で、やっぱりこれこういったプロジェクト関わってる方は本当によくお分かりだと思うんですけど、どのように言葉にしてイメージを持ってもらうかってやっぱり難しいところで、何が突破口になるかって言ったら、そのアーティストへの信頼っていう部分でしかないのかなっていうふうに感じていて、今回ご一緒させていただくドレイクミュージックの、ベンさんもですけれども、そこに関わる音楽家の人たちがワークショップを実際にやって、その中から出てきた音楽をその原田慶太郎さんとベンさんとも何度もミーティングを重ねて、どんな音楽が出来上がるのか、仮にどんな音楽が出来上がったとしても素晴らしい作品になることは間違いないからという信頼で、間違いないからそこに向かってとにかくじゃあ私たち全力でやっていきましょうっていう内容になるので、ミューザさん信じてくださいっていうのがとにかくそこにつきますね。で、そのためにはやっぱりやれることは全てやりたいっていう部分があったので、原田さんにどんなコンセプトであるのかということを説明し、障害者の方が作ったから心温まるということではなく、障害者の人と一緒にミュージシャンが作り上げる作品を、お客さんが楽しめる内容にするのに構築していこうっていうその、意識の共有と、それからベンさんとアーティストの方たちがワークショップに際して前後でやるミーティングですとか、すべてのワークショップに参加して、その都度都度こう、意識を共有し、
コンサートに向けて一つの方向性にぶれずに持っていくようなそのあたりの調整ですとか、そこに入っていって、で最終的にミューザさんに、ご説明し、ただ今回は予定外の、記者会見っていう直前の記者会見っていうのをやったんですけれども、そこに原田さんに出ていただいて、原田さんの言葉で今回のプロジェクトに関する言葉を説明してもらった。それでやっぱりジャーナリストですとか、それは面白いかもしれないと思ってくださる方がやっと少しずつ現れてくる。でその人たちの口からきっとあれば面白いよって言ってもらうっていうような、やっぱり細い線をいくつもつないで、本番の時にコンサートとして提供できる、そういったような作り方ですね。はい、今何度か桐原さんが同じキーワードを繰り返されて、多分そこが一番苦労されたところだと思ったのは、意識の共有ってところでね、当然オーケストラってのは80人とか100人の一人一人がソロも弾ける音楽家の人が一つの組織を作るって、ある意味矛盾したまとまるのがおかしいような団体なわけですよね。社会の中でも極めて特殊な専門家集団で、そういう人たちが一つの意識を共有するっていうのは非常に大変でしょうし、俺はいい音楽だけ弾いていたいんだ、そんな社会活動なんかしないでって人もね、中にはいるかもしれないし、それを東京交響楽団の本番の演奏っていうのは全員が一つになんかまとまったようなね、イリュージョンかもしれないけど印象を受けました。その意識の共有ってことで何か苦労したこととか、特別なマジックとかあったんでしょうか？マジックはやっぱりアーティストの力っていうのは本当にすごいんだなっていうのをまざまざと感じさせられましたね。で、私何度も意識の共有って言ってたんですね。ワークショップにサポートさせていただいた、オーケストラのメンバーも6人いたんですけれども、彼らの働きも非常に素晴らしかったし、一人一人が今回ワークショップのファシリテーターで活躍されたメインのファシリテーターの皆さんもそうですけれども、その特別支援学校のワークショップに参加している、いわゆる障害者の方と言われる子どもたちに非常にフラットな視線で、あなたはこういう障害があるからこういうことが得意でしょとか、あなたはこういう障害があるからこうでしょということよりも、今目の前にあなたがどういうふうに感じているか、何が楽しいと思っているかっていうことを本当にフラットな視線で接してくれたことから、やっぱり彼らの中の魅力的な部分がたくさん出てきたっていう場面をたくさん見られました。それは本当にマジックだなって思いましたし、あとはその最終的にその音楽、すべてのシーンをつなげて音楽にしてくださったベン・セラーズさんの川崎組曲というのをぜひ皆さんフルで聴いていただきたいんですけど、音楽としてとってもよくできていると、私のようなものがよくできているっていうような評価はあれなんですが、本当に素敵な曲なんですね。で、これはみんなが作ったものを素敵にしてくれたんじゃなくて、素敵なシーンが本当にその中に埋め込まれていて、でそのシーンが一つ一つが、全体を形作っているというような作り方に、それは本当になっているっていうのはやっぱりワークショップ実際に参加して見ていたものとしては、その教室の空気感とか一人一人の名前だとか、その子たちの存在感だとかっていうのがその中に現れているっていうのは非常に感じられましたね。はい、今アーティストの力、マジックといえばアーティストの力ですごいって言われたんですけども、山田さん、アーティストに比べてビューロクラット、官僚、ホール職員、長くこのビジネスに携わりすぎた人、ちょっと音楽家のそのマジックよりも難易度の高い人たちをどう巻き込んでいったんでしょうか？はい、本当ね、キラキラして羨ましい話だなって思いながら聞いてましたけどいやでもですね、もう本当にサマーミューザという音楽祭、池田さんもよくご存知ですし、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、ミューザのやはりメインのシンボル的な事業で本当に各オーケストラが競い合うようなコンサートが連日続く中に、かつフィナーレにそれを
持っていくっていう話をいただいたときは、ミューザは本当に、本当にっていうところがありまして、やはり議論がありました。で、我々一方で冒頭にお伝えしましたけど、やはり川崎のそのパラムーブメントに沿った活動ももちろんしてきていまして、勉強会を開いたりとか、今日もね参加してくださっている方の中にはお世話になった方がいらっしゃるんですけど、障害によっての勉強会であったり、ホールのお客様への動線の誘導の仕方をどうしたらいいかとか、いろいろな勉強をしてきた中で、最終目標地点にはホールの舞台で音楽、いろんな方たちが表現する場っていうものを目指してはもちろんいたんですが、もう少し時間をかけて実現する予定でいたんですね。で、かつコロナがあったので、もう少し先の話かなと思っていたところに、今回の話が来て、で、そう準備していた私でさえも、本当にサマーミューズのフィナーレでやるのかっていうのを言ったぐらいで、ただ桐原さんもさっきお話しされてたように、やはり芸術性の高いものを障害者のためのものをやるのではなく、芸術性の高いものをやることに意義があるというようなことをおっしゃっていたことに、ミューザが動かされたっていうところもあるのかなというふうに思います。で、やはり多様性とか共生社会っていう言葉がずっとあると思うんですけれども、ミューザに入ったらここから先は多様性ですよって言っても誰もそうはお客様は受け入れられないと思うので、私たちはなるべく寛容なで、お客様がなるべく寛容でいられるような環境を作れるようなことはどうしたらいいんだろうかっていうのはまた一方で長年悩んできたところもあったんですが、本当にホールっていろんな方が集まるので、社会の縮図といいますか、だから作品に対してご意見もいろいろある人もいらっしゃるだろうし、お客様同士でもいろいろなことを言う方もいらっしゃいますし、でそういったことをいろいろ想像すると、本当にそれサマーミューザでやって大丈夫っていう声もずっとあってもう本当にただやはり地道に理解を広めて理解していただける方を、今回の場合、コロナパンデミックがね、逆にプラスに作用したのは、本来でしたら昨年2021年じゃなくて2020年に1回目をやるはずだったのが、もうちょっと様子がわからないということで1年延期して、その1年のタイムラグを与えられたことによって多少はね、認識を広めるのにそのマイナスがプラスになったようなところもありましたよね。そうですね。それもあると思います。あとやっぱりオリパラっていうオリパラの年だしっていうところで取り組んでみようっていうのもあったと思います。なるほど。今山田さんのお話の中で出てきた次に進めようと思ったところのキーワードがスッと出てきた多様性、ダイバーシティとね、共生社会ってことで、SDGs もあるけれども、そのオーケストラっていうのは先ほど私が申し上げたように約100人の音楽専門家の小集団ですよね。そして社会って大きい集団があって、その両者の小さい輪と大きい輪との間に指揮者とかプロデューサーとか立ってて、それを両者をつないでいくって中で、今まではオーケストラっていうのは非常に狭い意味でのオーケストラで音楽を演奏して提供するってことが前面に出た目的を持った集団だったのが、この多様性、ダイバーシティ、共生社会、SDGs って中では、そのもっと広い社会のいろんなレイヤーに対応した、文化のプラットフォーム、それぞれの町なり、県なり、国なりの、文化の顔としてのオーケストラ、そして、いろんな人のそういった社会的立場をつなぐ、メディアとかプラットフォームとしてのオーケストラって考え方が日増しに強まる中で、例えばサイモン・ラトルとか、
原田慶太郎さんとか指揮者の人もそういう方向で積極的な動きを見せるようになっています。この辺について、イギリスかなり先に進んでいるんじゃないかと思うんですけれども、カーリー・メイヤーさんに少しコメントしていただこうと思います。オーケストラのその社会的機能、文化の装置としての、役割、そして今後のダイバーシティの中での、担う機能、ちょっとテーマが大きいですけれども、思ってらっしゃることをお話しいただければと思います。You're saying, and it's probably true, that in the UK we're a little bit further ahead in terms of how the orchestras are working, but we've still also got a long way to go. And I think what I'm picked up from what you've all been talking about is how important it is that there are key people in orchestras and education teams, in the musicians themselves, the directors of venues and orchestras, who are really advocating for making music accessible and inclusive and diverse. And I think that is what is so, so important. In the UK, in terms of working with orchestras, you know, it's still not always straightforward. And I think what's so interesting in terms of what you've just been talking about is the time it takes for musicians and music educators and young people or older people all coming together and creating a piece of music, and for that music to be taken seriously. So it is music in its own right. Now, I might be going off on a tangent, so just remind me what your question was again. いや、いいんです。それでいいんです。やっぱりそのオーケストラが単にいい演奏を提供するっていう機能をもっと離れて、社会のあらゆるレイヤーに対して発信する、逆にニーズを受けて対応する文化的装置としてね、どんどん今発展している過程だと思うので、それについてイギリスでは、僕はサイモン・ラトルは割とベルリンの時から熱心にやってたのを知ってますけれども、他にもいろんな音楽家がいろんな試みをやってんじゃないかなと思って、面白い例があったら紹介していただければなと思いました。Right, okay. Well, I think that's absolutely the case. And I think again with Sir Simon Rattle that it's another example of somebody who's a real advocate and who really drives that and who really believes in it. I think in terms of our own experience, where it works, the really good examples are the sort of smaller examples where we have worked, say, with the London Philharmonic Orchestra and with their education team, but also with their musicians, and actually spending time getting to know each other and also beginning to understand where we're all coming from. So Drake music musicians, so somebody like Ben Sellers and an orchestral musician who may never have worked in an educational participatory environment, it is going to take quite a long time to begin to understand how you work together and how you work with disabled people and make sure that they have control and agency over their music making. And so this may sound like quite a small example, but it's really vital. So for me, it is about almost starting quite small and from the ground up, and then having people in funding bodies, in orchestras, in government who really believe in it and are making the case for it. The other thing I think in the UK, and I really don't know what the situation is in Japan, but we now have our funding organizations like the Arts Council England and many others really promote inclusion and accessibility and diversity in art and in making and participating in art. So many orchestras
and concert halls and other big institutions, they have a duty towards the wider public to do this. And many of them really now value that. So it is a combination of starting really small at the grassroots, but also having that support in terms of the funding and the kind of arts infrastructure, if that makes sense. はい、わかりました。ありがとうございます。もう一つ、だんだん時間が少なくなってきてしまいましたけれども、もう一つ私が興味を持ちましたのは、その浜野さんが非常に細かく具体的に現場で何が起きているかの、説明をしてくださいました。その中で iPad とかですね、電子楽器、ピアニスト、ピアノって楽器はバイオリンとか太鼓に比べたら西洋の、産業革命の社会が生んだ鉄の塊のね、一番モダンな楽器ですけれども、それでもアコースティックな楽器ですよね。そして浜野さんはそのアコースティックな楽器からどんだけいい音を出すかで勝負しているピアニストであられる。だけど、その方がそういう iPad とか、いろんな新しいテクノロジーを使った、そういった教育の現場に飛び込んだわけですけれども、今後そういった今、いろんな技術があるじゃないですか、コンピューターのね、ネット社会の中で、もう本当に日進月歩ですよね。そういった新しいテクノロジーをクラシックのアコースティックな演奏にかけている演奏家の人が取り込んでいくことに抵抗というのはないんでしょうか。それとももっと積極的に活用すべきだと思ってらっしゃるんでしょうか。はい、ありがとうございます。ピアノというのも、おっしゃるようにアコースティックの楽器ですが、例えば電子ピアノがあったり、あるいはハイブリッドピアノがあったりというふうに、ピアノという楽器もだんだんと電子楽器の方への歩みもあるのかなというふうに思います。私が今回のプロジェクトに参加して、とても胸を打たれて、とても感じたことが、特別支援学校の生徒たちが、本当にやりたいこと、自分たちが何が得意か、何が好きかというところから、どのような音を発していくか、そこに至るための我々音楽家は足場掛けをするような、そういう役割なんだなということを、感じることができました。音楽ワークショップの世界では足場掛けというのはすでにメジャーな用語のようなんですけども、私にとってはこれ初めての経験でした。足場掛けをして、次第に作品が展開されていくことが可能になって、あるいは、普段楽器に触れていない人と音楽との橋渡しの役割を務める、そのような役割だったかと思います。我々普段は、ピアニストというのは、もしかすると音楽家で一番孤独な職業なんじゃないかなというふうに思うんですけども、普段ソロで演奏することが多いですので、そうした中でこのようなワークショップに参加して、一緒に音楽を作ることの喜びですとか、そのような、と感じて、障害のあるなしにかかわらず、潜在的にできることを、やりたいと思っていることをどのように実現させていくか、そこのプロセスに寄り添う姿勢というのは、音楽ワークショップ以外の活動にも生かすことができているかなというふうに、普段の私の教育活動にも生かせているかなというふうに思います。教育活動でもまた、ピアノと他の楽器のアンサンブルの面でも、さまざまな新しい可能性がまだまだあるんだなということを感じることができました。はい、ありがとうございます。ミューザ川崎のサマーフェスタは、会場に行くとアンケートを取りますよね。今日のお客様の感想どうですかっていうのはね。それで川崎組曲やった日はどのような反響があったんでしょうか。山田さん、桐原さん、何かオーケストラに対してもなんか意見があったとか、そういうことがあったら教えてください。じゃあまず山田さんから。はい、すいません、ちょっとすぐに用意してなかったのでごめんなさい、あれなんですけども、印象としては大変好意的に受け入れてくださっているなっていうのを感じました。
で、あとですね、演奏が終わって休憩に入ったと思うんですけれども、その時に同じ1階席のフロアに参加した生徒さんたちと、で一般のお客様といらっしゃった時に、一般のお客様が前を通り過ぎる時にすごく良かったよっていうようなことをお声掛けされてた様子も見て、なんてですね、単に障害のある子たちが作ったからとかいうことではなく、普通に一般の聴衆の皆さんも聞いて、音楽を聴いて心を動かされるものがあったんだなというふうに感じました。桐原さんのオーケストラの方には何か反響が寄せられたんでしょうか。そうですね、オーケストラの楽団員からとかっていうことですか？あとお客様。お客様。そうですね、終わった後にやっぱりそのお客さんたちが近くに来てくれて、いやすごく良かったっていうふうに言ってくれた人たちが多かったって聞いていますし、例えばその後、ツイッターとかで皆さんの感想を見たりすると、いや普通に感動したとか、いやマジでいい曲じゃんとか、そういったコメントが結構多かったように思います。でそれはすごく嬉しかったし、やっぱり純粋に面白かった。このプログラムがいいことであるとか、障害者の方たちが参加できているっていうストーリーはもしかしたら多少あったかもしれないですけど、純粋に面白かったっていう反応が多かったっていうふうに感じたんですね。でそれってやっぱり人の心をぐっと動かす時って、すごい面白いなとかすごいなっていうような部分だと思うんですけど、さっきオーケストラの在り方とか、あるいは公共ホールとオーケストラの関わりによってどなたでもアクセスできるようなっていうような部分ってすごく大事な理念ではあるんだけど、そこにどれだけたくさんの人が自然と巻き込まれていくかって、それってやっぱり面白いじゃんっていう部分をいかに刺激できるかっていうところなんだなって思うんですね。でこの川崎組曲の演奏自体もそうなんですけど、ミュージシャンにとってもやっぱりそこに非常にそういった活動に関心の高いメンバーもいれば、そうではなく自分の音楽的な技術や音楽性をとにかく磨いていい演奏をお客さんに届けるんだっていうことにとにかく集中したいっていう人ももちろんいるし、いろんな人がいる中でやっぱりアーティストそれぞれ何か新しくて、そして面白くて刺激的なことをであれば本当に真剣に向き合ってくれるっていう部分はあるので、そういった新しい音楽の聴き方とか、その音楽の表現の仕方の新しいステージに向かう過程の一つに、その障害者の人たちと一緒に何かをやるということだったり、あるいは今まで一緒にやることがなかった人たちと一緒にコラボレーションすることが同じようなレベルで語られるようになるといいなっていうふうには思いますね。そしてミューザのお客さんはそれをちゃんと受け入れてくれるお客さんだっていうことは非常に感じましたね。非常に自然に理解が広がっていった状況を現場で目撃していましたけれども、あとね、すごいベタなこと言いますけど、川崎を題にした音楽って少ないじゃないですか。そうですね。大阪なんとかとか札幌なんとかとかね、横浜なんとかってあるけど、川崎ってないから、それがアイーダ幻想曲とかいう題じゃなくてね、川崎組曲っていきなりベタにバーンと、しかも4色色を出してきて、しかもオーケストラ妙に熱演してるし、そうですね。ものすごい熱演でしたね。ものすごいインパクトがあって、やっぱりこの気合って大事だなと思ったし、そこになかったものを新しく作った印象をとても強く与えることができたと思うんですね。よかったと思います。それで、秋元さん、最後少し質問みたいの来てて、なんかこれは皆さんに聞いてほしいっていうのがあったら、ちょっとご紹介いただけますか？はい。
質問が一つと、ちょっとコメントをいただいていて、で、最初の質問の方は、ワークショップのことで、生徒さんが、肢体に障害のある方が多かったのですかっていうことだったので、そうではなくて、どちらかというと、知的教育部門の、生徒さんが多かったですと。ただ知的教育部門にいながら肢体にも障害があるっていう方もいらしたので、そこで iPad などが活躍したっていうのもありました。でそれはちょっとすいません、私の方から答えさせていただいたんですけれども、先ほど桐原さんがおっしゃっていたいい演奏を提供する役割っていうことに関していい演奏の多様な基準っていうのを示していくっていうこともあるのかなっていうふうなようなコメントをいただいていたので、もしその辺広げれば、ただ多分これは多分聞いていただいた感想ということだとは思うんですけれども、はい、質問はそれぐらいですね。はい。いい演奏っていうのはその人にとっていい演奏、オーケストラにとっていい演奏、いろんな人にとっていい演奏があるんですけど、そういうごちゃごちゃした言葉のコメントを超えたところ、まさにカリンさんが最初のスピーチで言われた、その言葉のいらない芸術、音楽の普遍性ってことに立ち返って考えたときに、なんだかよくわからないけど、弾いてる人も指揮をしてる人も聴いてる人も、なんか一瞬に全員が一つになれたようなイリュージョンをね、言葉で言い表せないその一体感を共有できたときが、いい演奏なんじゃないかって、私は音楽ジャーナリストってことで、それを文字にしなきゃいけない、とってもいけない職業をやってるんですが、最高にいい音楽っていうのは全く文字にできないものだと思いますが、カリンさんいかがでしょうか。I entirely agree with what you've just said. And I think as you were all talking just now, I think it's what I find, even I still am sometimes just so taken by surprise, or there's some music being created by disabled people and sometimes disabled and non-disabled people working together, and the quality of it, the imagination, the diversity of it, it's extraordinary. And obviously the Kawasaki Suite and that whole process and all the years that led up to that concert happening, that has been a tremendously important process. And I don't think the Kawasaki Suite could have happened if we'd only had a couple of months. It needed that time, it needed that development and that care and that passion of everybody involved. But I think, yes, music transcends everything, and it's what can bring musicians and audiences of any ability, of any musical ability, disabled, non-disabled people together and to connect. はい、ありがとうございます。浜野さん、自分の演奏っていうのは自分が演奏しないんで分かりませんけど、これは大名演だ、やったとかね、そういうふうに知覚っていうか認識できるものなのか、それとも本当に良かったときは何が何だか分からないうちに完全に全てが無意識に変わるものなんですか？そうですね、なかなかその名というのは出会えないもので、自分でも難しいなということを感じているんですけども、集中力が途切れずに弾き切れたときというのは、自分一人で演奏しているというところから出発して、ホールで聴いてくださるお客様を巻き込んで一緒に演奏したという感覚になるんですね。でそういう感覚を得られたときが、この演奏が良かったな、この演奏が良かったなという感じるときかなと思います。はい。ベストアンサーが出たように思います。本当に川崎組曲の演奏の途中から終わりにかけて、全員が一つの体験を共有して、成し遂げた、エポックメイキングだったと思うんですね。音楽を取材する立場から言うと、新作っていうのは世界でオペラでも管弦楽曲でも必ず初演はされるわけですけれども、なかなか再演をされたり、定番になったりしない。常に新しい作品を供給しながらも、それの再演とか、
定番メニューへの、定着とか、そういったのの組み合わせだと思うんですが、川崎の場合、これが川崎組局で第一歩を踏み出したところですが、今後やっぱりそういった新しいものを足していく、それから評判の良かったものを繰り返し演奏していく、そういうような、長いスパンの、展開が予想されるんですが、これについて桐原さんと山田さんから一言ずついただければと思います。はい、さっき冒頭で川崎の原さんも、これは続けていくようなことをなんかちらっとおっしゃっていたのでおっと思ったんですけども、もちろん、オリンピック・パラリンピックを契機にしたこのね、文化プログラムっていうものはレガシーとして残るべきものをが残っていくようにしていくことが、一つの目指すところでもあったと思いますし、せっかくやったこの今ずっと皆さんがおっしゃってくださったいろんな取り組み、素晴らしい取り組みが終わった後に、みんなで次何しようかっていう目にみんながなったっていうのが、またそこから次のプロジェクトを何しようかって考えることがきっとできるんじゃないかなというふうに思っています。はい。桐原さんいかがですか、東京交響楽団。いや、ミューザさんのそういう心強い言葉が聞けて本当に嬉しいんですけど、今回川崎組曲結構インパクトのある事業になって、でこうやって池田さんのような音楽ジャーナリストの方が最も心に残るコンサートって言って記事を書いてくださるぐらい人の心を動かしたってすごく大きい出来事だったと思うんですね。でじゃあ次何をやりましょうか、同じようなこと、いやもっとすごいことを次々行きたい気持ちは山々なんですけど、実際事業を作っていく方からするとやっぱり右肩上がりにどんどんすごいものができていくっていうのはやっぱりなかなか難しいんですけど、それってさっきかりんさんがおっしゃってたようにすぐにはできない、少しずつ小さいプロジェクトをちゃんと一個ずつやっていって信頼関係を作っていって、で人とのつながりの中でよしチャンスがあったっていう時にポッとちょっと大きいことができた。でまたその次今までやってきた小さいようなことを少しずつちゃんと積み重ねていって信頼関係を作っていって、パートナーとして認められるような関係性を相手やあるいはそれを広げていくっていうような本当に地道な作業の積み重ねですよね、山田さん。はい、本当にそう思います。なので、またちょっとね、また新しいことといいますか、また派手にとか大きなことをというよりは、せっかく築き上げてきたものを少しずつっていうところが、もう桐原さんの言う通りです。なのでちょっとね、宮沢さんと本当にまるで一枚岩かのようにものすごい熱愛夫婦みたいな風に見えていることもあるかもしれないんですけど、それぞれの思いだったりぶつかる部分というのもありつつ、ちょっとじゃあ今年はやらないの？じゃあもう諦めちゃったんだねということではなく、やっぱり長いスパンで10年20年ずっと一緒に続けてやっていける関係でありたいなっていうふうに思っています。いいですね。なんか長年年季を積んだ夫婦みたいな話になりましたけど、素晴らしいですね。頑張ろう。そういうことでね、この小さくはなかったけど大きな一歩でしたけれども、この日が絶えないようにその持続可能性と長いスパンの中でボトムアップで次々と新しい展開、そこには浜野さんに続く新しい世代の音楽家の方の協力、それからテクノロジーの進歩、コミュニケーション手段の発達によるさらに進んだダイバーシティの在り方っていう、その世の中の流れと呼吸しつつ、より大きな流れ、プロジェクトに発展していくことを祈ります。ここでパネルディスカッションを終わらせていただいて、秋元さんにお戻ししようと思います。本当に皆さんありがとうございます。はい、皆さん、池田さん、
本当に私も聞き入っていてこのプロジェクトを川崎市さんと一緒に始めて、でそれがきっかけでこのような夫婦とさっきおっしゃってましたけど、私も勝手になんかちょっとファミリーになった気分で川崎がスタートでこういう日本でも活動がどんどん広がっていくということがきっとそういう未来だろうというふうに今すごくワクワクしています。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆様登壇いただいた皆様も、参加して聞いていただいた皆様、長時間ありがとうございました。そして日英通訳、日本語手話通訳、日本語ライブキャプションをご担当いただきました皆様もありがとうございました。以上をもちまして本日のフォーラムを終了いたします。失礼いたします。ありがとうございました。さようなら。失礼します。